皆さんこんにちは、レイです。今日はこちらのガジェットについて紹介していこうと思います。これは何かと言いますと、僕がスタジオについてまず初めにやりたかったこと、撮影機材を一つの三脚にまとめる、そして、自由に動かすことができるセットというものを構築するというお話です。今日はかなりマニアックな内容になるかと思いますが、めちゃくちゃ自信を持ってこのシステム押せるかなと。いいものが完成したかなと思いますんで、よかったらね、YouTuber の撮影の裏側、興味がある方はぜひ最後まで見ていってもらえると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。今回ね、なぜこのような仕組みを作ったかと言いますと、このスタジオ撮影では、あんまりね、場所にとらわれずに、いろんな画角を作りたいなと思ったんですよね。例えばこのスタジオでポッドキャストなんかをやりたいと思った時に、一個一個カメラを固定してやると効率的ではあるんですけども、その分ね、画角を変更したりとかするの結構大変になってしまうんですね。普段のね、僕の撮影の風景はあまり YouTube には公開していないんですが、大きくですね、ガジェット YouTuber はメインのカメラですね。こちらです。と、ガジェット YouTuber だとね、俯瞰とか、その商品を映すためのカメラが必要なんですね。この仕組みがあると簡単にですね、このような形で俯瞰の映像を切り替えることができます。かなりね、スムーズに動かすことができて、こんな感じでね、動かしてあげたりとか、好きな場所に動かしてあげることができます。これをすると何がいいかと言いますと、このような画角で YouTube を撮影していたとしましょう。次のね、カットに移りたい時に、こうやって、こんな感じでめちゃくちゃ簡単に画角を切り替えることができるんですよね。これがね、本当にやりたかったことなんです。このね、可動式の三脚システムでできることについて説明していこうと思います。こちらはね、ニューアーのセンチュリースタンドを購入して使っています。こういう形でセンチュリースタンドにまとまっているので動かすことができるわけなんですね。僕が普段ね、使っている XS20、これをね、メインカメラで普段は YouTube で撮影しているので、これの映像が上に映っています。下にあるのはロードキャスタービデオというスイッチャーですね。結構お高いんですけども、HDMI をね、4つ挿すことができるので、これをね、映像を切り替えたりすることができる仕組みになってます。で、この音声の状態というのは上のモニターでも確認することができて、こんな感じで僕の映像と音声が撮れてるなーっていうのが確認できるようになってます。で、今も YouTube はこうやって撮影してるんですけども、このデータはどうやって撮影してるかというと、こちらにね、僕が普段使っている SSD がぶら下がってまして、この SSD をこのね、ロードキャスタービデオに挿すことができるんですね。ここですね。なので、今、この全ての映像がつながっている、このスイッチャーの映像は録画されております。最後ね、音声を取る必要があるんですけれども、音声自体は有線でこのスイッチャーに入れるようにしていて、僕がいつも YouTube 使ってるのはロードのビデオマイクロ2というマイクを使ってます。これ電池不要でカメラとつなぐだけでいいんで、バッテリーとか気にせずね、撮影することができるのが結構いいかなと思ってます。ということで、このね、センチュリースタンドシステム、これをどういうふうに固定しているのかについて、使っているガジェット類もちょっとだけ補足していこうかなと思います。で、まずね、一番大事なのは、この機材たちをこのセンチュリースタンドに固定するためのクランプですね。クランプはね、スモールリグのスーパークランプというものを使いました。初めはこんな感じのもうちょっと小さいスモールリグのクランプ、小さめのやつを使ってたんですが、これだとね、ちょっとギリギリ固定はできたんですけど、もっと安心できる機材、これね、万が一落ちたらやばいんで、もっと安心できるスーパークランプがないかなというところで探して使ってみています。このスーパークランプは、オートポールとか、もっとね、一本こう、ポールにくるくりつける用のものだと思うんで、かなり頑丈にできています。このくらいの機材だったら全然びくともしない感じなので、これはね、かなり必須のアイテムなんじゃないかなと思います。で、このスモールリグのスーパークランプにネジ穴がね、切ってあったりとか、あとはね、照明器具を取り付けるためのアタッチメントがついているので、それに直接機材をね、挿す形でこれらを固定しています。このね、下のスイッチャーの部分はどうやって浮いてるのかというと、このロード公式からこのロードキャスターシリーズを三脚にね、マウントするためのアダプターが
販売されてたので、この公式のアダプターを使って、このスーパークランプと直接くるくるくるっと固定しています。で、上のね、カメラについては、これもまたスモールリグの、マジックアームだったかなを取り付けていて、ちょっと見にくくて恐縮なんですけども、ここがね、マジックアームになっているので、このカメラを固定することができています。最後ね、これらの映像を全て確認するためのモニターを上に固定してます。で、このモニターがね、かなりお気に入りでして、普通はこんな大きなモニターをここに簡単には取り付けることができないと思うんですね。こちらはミューニューというブランドのモニターで 4K に対応していて13インチ、そしてかつ一番下にねネジ穴があるっていうめちゃくちゃ珍しいモニターで、僕がね最近仕事だったりとかこういった YouTube 活動でかなり信頼して使っているモニターになります。この YouTube 撮影のシステムにもこのモニターを使ってみることにしました。照明もねこんな感じで動かせるようになってまして、今回ねこの照明のシステム自体もニーワーの三脚で揃えてみました。こっちのより耐荷重の高い方で YouTube の仕組みを整えようかなと思って買ったんですけれども、最終的にはねこれは照明で使うことになりました。理由としてはね、こっちのセンチュリーだと上げ下げできる位置というのが結構高めの位置にありまして、こんな感じで伸ばすことができるんですけども、一番下の位置がね結構高い位置にあるんですよ。これでも良かったんだけど、多分カメラを固定したりとか機材を固定したりするときにこの一番何もない安心できるところ、ここを使いたかったんですね。スイッチャーとかこういうメインの機材があるところっていうのは高さが多分変わらないなと思ったので、一番下のここですね、ネジ穴の部分につけていて、この上に乗っているこのカメラの部分っていうのは多分比較的微調整するかなと思ったので、この上のネジ穴のところに取り付けています。こうすることで万が一ねこの高さが変更したいよと思った時でもこういう感じで上下移動することができるような仕組みになってます。はい。ということで、今回は撮影のシステム一式をセンチュリースタンドにまとめて動かせるようにしましたというかなりマニアックな動画になってしまいました。参考になった方いらっしゃいましたでしょうか。今回作った仕組み自体は、足こそね、ちょっと大きめのセンチュリースタンドなんですけども、例えばね、一脚とか突っ張りのポールとかね、そういったものに今回紹介したスモールリグのスーパークランプとか、スイッチ R 一式を固定してしまって、YouTube のね、撮影システムをまとめるっていうのはね、かなりおすすめの方法なんじゃないかなと思っています。僕も YouTube ね、かれこれ7年以上やってるんですけども、初めの方からこういった撮影の仕組み化っていうのを整えて、編集効率がね、めちゃめちゃ上がるので、こういった機材をまとめてあげるのはおすすめなんじゃないかなと思ってます。ということで、今回はかなりマニアックな話になっちゃったと思うんですけれども、こんな感じで、ここまでマニアックなガジェットを紹介することは稀なんですけれども、生活に役立つガジェットだったり生産性が上がるサービスなんかを紹介していこうと思っておりますので、これからねかなり質の高い動画がこのスタジオからお届けできるんじゃないかなと思いますので、もし別の動画を見てみたいと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。また別の動画も見てもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。